どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンのサイトをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。今日はポイ活について話したいと思います。で、ポイ活というのは何かというと、ポイント活動の略です。ポイント活動を短くした言葉です。で、多分皆さんも聞いてわかるように、買い物とかサービスを利用したときにポイントを貯めることをポイ活と言います。ポイントをね、貯めることによって節約できたりするので、日本では結構ポイ活は人気だと思います。で、どうやってポイントを貯めるかについても話したいと思います。多分これはいろんな国で同じだと思うんですけど、クレジットカードで払うとポイントが貯まりますよね。クレジットカードを使うだけでそのポイントが貯まって、でそのポイントを使ってまた何か買えたりしますよね。で、あと日本でよくあるのはアプリでポイントを貯める方法ですね。例えば楽天とか PayPay とか D ポイントとか、いろんなアプリでポイントを貯めることができます。僕は個人的に楽天のポイントを貯めています。例えばファミリーマートとか行くとお会計の時にポイント大丈夫ですかとかポイントありますかって聞かれるので、その時に僕は楽天ポイントを貯めています。すべてのコンビニとかすべてのお店でポイントを貯められるわけじゃないんですけど、結構いろんなところで貯められるんです。あとはネットでアンケートとか広告を見てポイントを貯めることができます。これはちょっと時間がある人はすごいいいんじゃないかなと思います。暇な時にちょっとアンケートに答えたり、広告をちょっと見たりするとポイントがもらえるんです。多分それで貯められるポイントってはあんまり大きくないんじゃないかなと思いますけど、日本語には塵も積もれば山となるという言葉があります。これは小さいことでも少しずつ続ければ最終的には大きい結果を得られるという意味ですね。なのでポイント活動、ポイ活も結構この言葉に当てはまるんじゃないかなと思います。で、特に今言ったアンケートとかね、広告を見るときはすごいちっちゃいポイントしかもらえないと思うんですけど、これを長く続けたら大きくなると思います。僕は結構めんどくさがりなので、買い物の時とかにポイントは貯めるんですけど、こういうアンケートに答えたりとか、広告を見たりする系のポイントはあんまり貯められませんね。で、次にポイントの使い方についてもちょっと話したいと思います。さっきコンビニとかスーパーでポイントを貯められるって言ったんですけど、それと同じようにコンビニとかスーパーでポイントを使って買い物をすることができるんです。なので、十分なポイントが貯まったらレジでポイントで払いますって言ったら、それでお会計ができるんですね。で、もちろんオンラインでも使えます。例えば楽天市場とか Amazon とかネットショッピング、オンラインで買い物するときにこのポイントが使えます。さっきもちょっと言いましたけど、僕は楽天ポイントを貯めてるので、なので楽天市場で買い物をするときにこのポイントが使えるんです。あとは他にも電子マネーとか商品券に交換することができます。商品券っていうのはギフトカードですね。なのでポイントをギフトカードに変えて、それを使ったり、それをプレゼントしたりとか、そういうこともできるんです。で、どんなポイ活が人気なのか、日本で人気なのかについてもちょっと話したいんですけど、さっきも言いましたけど、やっぱり楽天ポイントはすごい人気です。楽天市場とか楽天ペイっていう楽天の支払いのアプリがあるんですね。そういうのでポイントを貯めることもできるし、
それと D ポイント。D はドコモの D なんですけど、ドコモっていうのは皆さん知ってるかもしれませんけど、携帯とかの通信サービスを提供してる会社ですね。すごい大きい会社です。あとは T ポイントっていうのもあります。T ポイントっていうのはTSUTAYAのポイントですね。TSUTAYAはファミマとかで使えるポイントで結構これも昔から人気があるポイントです。あとは PayPay ポイントですね。さっき楽天ペイについてもちょっと言いましたけど、PayPay、この支払いのアプリも日本で今めちゃめちゃ人気があるんです。で、ちょっとポイ活のメリットについてももうちょっと話したいんですけど、やっぱり一番のメリットは普段自然に買い物するときにポイントが貯まることですよね。やっぱりせっかく買い物するんだったら、ただ物を買うよりポイントをもらって買い物した方がお得ですよね。なので普段普通にすることでプラスアルファでポイントがもらえるっていうのがすごいいいところだと思います。で、やっぱり節約になりますよね。ただ買い物するだけだと、お金を払ってるだけなんですけど、ポイントをもらうことによって実際はちょっと値段が割引されてるみたいな感覚になりますよね。例えば100円のおにぎりを買いました。100円使って100円のおにぎりをもらいました。これは普通の買い物ですよね。でも100円のおにぎりを買って、例えば5円分のポイントをもらえます。っていうことはおにぎりを95円で買えたみたいなことになりますよね。なのでポイントを貯めるっていうのはちょっとした割引にもなってるかもしれませんね。で、やっぱりポイントが多く貯まるとお金を使わないでポイントだけでいろんなものを買えたりしますよね。それこそたくさんポイントが貯まったら、スマホを買ったりとか、掃除機を買ったりとか、そういうこともできるので、やっぱりポイント貯めるのってすごい時間がかかるんですけど、こうやって長い目で見たら、やっぱりめちゃめちゃお得ですよね。でも、気をつけなきゃいけないこともちょっとありますよね。っていうのも、やっぱりさっき言ったように、ポイントがもらえるから割引だと思って、たくさん買い物したら、結局あんまり節約にならないですよね。ポイントが欲しいから買い物したら、逆にお金を無駄に使ってしまう可能性もありますよね。なのでポイントってお金を節約するためのものだと思うんですけど、それが目的になって、ポイントが目的になってたくさん買い物しちゃったら、ちょっとこれは元も子もないですよね。あと気をつけなきゃいけない点は、ポイントって物によっては有効期限があるんですよ。なので、ポイントは時間が経ったら使えなくなる場合があるんです。なので、せっかくポイントを貯めていても、その有効期限が例えば1年だとしたら、1年後にはそのポイントがなくなっちゃうので、せっかく貯めたのにそれがゼロになっちゃうので、これはすごいもったいないですよね。なのでポイントを貯めるときは、ポイントの貯め方、有効期限とかにもすごく気をつけなきゃいけないんですね。で、もちろん僕も今までポイントを貯めたり使ったりしてきたんですけど、やっぱりすごい便利ですよね。僕は今まで、ポイントでそのまま買い物したりとか、あとはポイントで家電ですかね。ロボット掃除機をポイントを貯めて買ったと思います。やっぱりポイントを貯めるときにすごいいいなと思うのは、普段の買い物で貯まるので、気づかないうちに貯まってるんですね。で、例えば年に1回2回ポイントをチェックしてみて、で、ポイントが貯まってたら、その自分のご褒美に何か買うっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はポイ活について話してみました。皆さんは何かポイ活してますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。
今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるんで、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。